ご視聴いただきありがとうございます。金子時計店と敬愛ウォッチの金子です。この動画がアップされる頃、私は東京にいる予定です。先週半分個人的な趣味でアップしましたただの時計好きの金子の動画、個人的に買った時計の開封動画だったんですけど、ああいうのをやってほしいと LINE で何名かのお客様にコメントをいただきましたので、またやりたいと思っていますと、お客様のコメントのせいにしましたけども、本当は正直申しますと、この時計屋としての動画を作るよりも個人的な時計を紹介する動画を作る方がちょっと楽しかったので、またやりたいなと思ったのが正直なところです。またお付き合いください。今日の動画は36000振動10振動の時計についてです。何本かホームページにアップ予定の時計があったのと、たまたま先週何本かまた入荷がありましたので、それと合わせて紹介させていただきたいと思います。この36000振動の時計の中に1本だけ18000振動ロービートの時計が入っています。まずそれを当てていただくクイズから始めたいと思います。どうぞ。先ほど36000振動の中に1本だけ18000振動が混じっていると申しましたが、どの時計かお分かりになりますでしょうか。お分かりになる方は国産アンティーク時計に詳しい方かと思います。正解はこのシチズンホーマーです。振動数について軽く説明しますと、振動数はこの常に動いている添付と呼ばれる部分が1秒間に何回動くのか、もしくは1時間に何回動くのかの数字です。例えばシチズンホーマーのような5振動の時計はこの部分が1秒間に5回動いています。1時間にすると18000回です。なので5振動18000振動と呼ばれます。10振動の時計はこの部分が1秒間に10回動いています。1時間にすると36000回なので10振動もしくは36000振動と呼ばれます。10振動の時計は秒針が1秒間に10回刻みますので、針の流れがある程度スムーズに見えます。こちらは1秒間に5回刻みますので、トッ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 トっていう針の動きになります。見比べてみると違いが明らかです。または測定器に乗せてみると音で違いを感じることができます。ちょっと聞いてみてください。1960年代から70年代にかけて多くの36000振動の時計が生まれました。それは精度を追求してのことです。36000振動の時計は精度が出やすいと言われています。とにかくその時代は精度命だったわけです。このキングセイコーやグランドセイコー、シチズンハイネスクロノメーターなどの高級ライン以外にも、ロードマーベルやシチズンでいけばレオパールなど中価格帯のモデルにも36000振動が入っていたりもします。結構種類が多いので、おそらくお好みのものが見つかるでしょうし、このやっぱり滑らかな針の動きは見て楽しめるものでもあるので、お持ちでなく興味がおありな方はぜひ1本探して見られてはどうかなと思います。36000振動の時計は早くせわしなく動いてますので、その分部品の消耗が激しく耐久性に問題がと言われることもありますが、現にこのように元気に動いている36000振動の時計も多くあるのも事実です。10振動の機械の中で一番有名なのがこのゼニスのエルプリメロという機械です。
この機械を見て懐かしい気分になるのは、おそらくその当時15、6年ぐらい前に一番最初に働いた時計屋さん、ロレックスの新品の並行輸入を販売するお店だったんですけど、そこで販売していたデートナ16520の思い出があるからだと思います。まだ時計について何も知らなかった私に社長は、そのデートナ16520について熱く、しかも楽しそうに嬉しそうに語ってくれました。そのデートナ型番16520には、このエルプリメロの振動数を発振動に落としたものが入っていました。それは耐久性を高めるためだったんですけども、私はその時にこのエルプリメロという機械の存在を初めて知って、そして初めては時計って奥が深いんだなって思った記憶があります。よくよく考えると、このエルプリメロの機械とそのお店の社長さんが私に時計の面白さと奥深さを教えてくれたのかもしれません。意外と父じゃなかったんですね。ハイビートの時計はいかがでしたでしょうか。時計とは関係ないんですけど、今日のこのでっかいピアス、主人には耳もげるでって言われますけど、初めて行った旅先で買った思い出のピアスなので、久しぶりにつけてみたくなりました。来週はインタビュー動画になると思います。ご視聴いただきありがとうございました。